こんにちは、増田です。今日はデザインの話をしようと思います。そもそも何なんだってことをいつも思っててですね、いつだったかイギリスの古い辞典ですよね。それをいくつか調べたことがあるんですけども、その中にとても面白い文例っていうのかな、例文っていうのかながあってですね、それは彼女はクラスを抜け出すためのいい言い訳をデザインしたってなんですね。でデザインってそういうことなんですだそうです。なんですね。だから何でもいいんです。考えて気略を巡らして、で相手のこともいろいろ考えて辻褄が合うようなことを作り出すっていう頭の中でね。でそれがデザインだっていうこと、それは言葉になったり形になったりするんでしょう。まだ私がデザインの仕事を始めたばっかりの頃に、デザイン事務所で一時期働いてたんですけども、うちのおふくろの友達がですね、おばさんたちがいっぱい遊びに来て、で話をしてて、で私がデザインの仕事を始めたっていうのを聞いてですね、海和君は今何のデザインしてんのよって聞かれて、ちょうどその時テレビのですねデザインしたんですね。だから今テレビやってるって言ったら「へえ」って言ってみんな「どこのテレビ局?」って聞かれたんです。で全く素人は何も分かってないと思ったんだけど、で彼女たちが正しいんですね。どっかのテレビ局のデザインをしてる。これは仕事ですよね。そのデザインでテレビ局の、戦略だとか、他と比べてどこが違うのかとか、どういう番組をどういうふうに構成していくとか、いろんなデザインがあるわけだから、そういうことかなときっと思ったんだと思うんですね。で僕は違うよ、テレビの機械をデザインしてんだよ、で受像機をデザインしてんだよっつったらば「へえ、どこの会社?」ってまた聞かれてそれは立ってて普通は日立だとかですね、三菱だとかなんだかんだそういうところでやってるわけで、そういうところにいると思ったんでしょう。それはさておき、じゃあデザイン何なんだって話なんですけど、よくですねそれ聞かれると思うんですよね。デザインやってる人みんな何度も聞かれて何のデザインそれもそのはずで、デザインなんていうとね、それこそいくらでも何でもデザインになっちゃうんで、そのたんびに洋服のデザインしてるとか、私は靴のデザイナーですとか、私は椅子をデザインしてるとか、いろいろ言いますよね。で大体その辺はデザインするものを言ってるんですね。対象物ですね。だから、帽子のデザインしてんだよって言うと、帽子ね、帽子っていうのはかぶりやすさだとか、色だとかファッションセンスだとかいろいろあるのよねみたいな話ができて、具体的になるわけだけども、すごい狭い話ですよね。でも明らかに今手がけているものを言ってるわけだから分かりやすいということで分かりやすい。ただ最近はですねでもそういうことではなくて、別の切り方をしてみようということが言われていますね。いろんな言い方しますけれども、あれは誰が言い出したのか、デザイン for X という言い方をします。何のデザインではなくて何のためのデザインだから for なんですね。何のためのデザイン、そういうことを考えてみたらやっぱり全然違うものが見えてくるんですね。例えば今話題であれば感染症に対する医療制度のデザインですよね。あるいはそれに使う高性能の結果が早く出る検査機のデザインで、その場合も例えばそれをどう検体を採取するかで、そのための周辺の環境だとかそういうことから実際に機械そのものの操作性だとか、あるいはその過半性だとかですね、耐久性だとかそういうことも含めて、あるいは間違って使わないためのありとあらゆるグラフィック的な配慮だとか全部含むわけですね。その全てがデザインの対象になっていくわけです。もっと分かりやすく言えば、例えば田舎生活のためのデザインとかですね、そういうの専門の人いますけども、どうやって、何をいつ作ってですね、収穫して食べて暖房はどうしてみたいな、そういうのも、ライフスタイルのデザインですね。これもできますね。でどうもそっちの方が筋が通ってるということが分かってきます。で私も山口に来てですね、いろんなことをするわけですけれども、
例えば今やってるのはこう日本中で、たくさん生えてる竹ですよね。竹ってやつがこう竹害だとかっていうことをいろいろ言われ始めて、かわいそうな目に遭ってるんですけども、竹がかわいそうな目に遭ってるんですけどね。タイのあるその建築のをやってる女性がですね、日本に来て、日本のある市の市長さんが竹害で困ってるんだっていう話をしたらすごくおごってですね、あんたたちが勝手に植えといたものが育ってそれで元気になってるのをなんでかいとか言うんだってものすごく怒ってましたけど、でも竹害だと言われてるその竹をどうやって活用してものを作っていく、あるいはサービスに使っていく、そういうことを考えてデザインをしたりしてます。でそのためにもう10年前に使わなくなった中学校をですね、廃校ですね、でそれを活用してその一つの部屋で、研究を始めたりしてるんですね。でこれはこの山口という地方の、あるいはもっと言えば日本全体にも広がる、あるいは世界にも広がるその竹ないしはバンブーというものを活用するということと、それからもう使わなくなってしまったけどまだ工作機械まで残っているような中学校を活用するということ、そこから何が生まれてくるかなっていうことの全体のデザインなわけですね。ただこれはですね、すぐさまお金になるもんでもないし、あるいは10年後にどうなってるっていうその事業計画をですねきっちり書いて、でマーケティングして、でこのくらい儲かるからこのくらい投資してみたいな話はできないわけですね。だから誰もわからない、やってみなきゃわかんないんですね。だから金にもなんないんです。全然そういう事業性がない、それがデザインなんです。わかります？事業をデザインしようとしたらダメなんです。デザインは金儲けではありません。間違ってもデザインで金儲けしようなんて言ったらね、間違い当たります。それは前回も言ったけど人の欲望に作用してですね、でそいつらから金をむしり取ってやろうっていうことになっちまうわけなんで、あるいはそれによって大きくなる企業を手助けするというか、そこの片棒を押すということになるわけですから、それはビジネスとして全然やればいいことで、構わないんです。もちろんね、そうやってみんな今やってるわけだから、それをどうのこうの言う気はないんだけど、もともとデザインというものはですね、そういうところにも使われているけれども、本来はそうではなくて自分たちの目の前にあるこの自然で、そこにある何かこう我々が使えるもの、我々が役に立つもの、そしてそれを使うことで自然にもその恩恵が戻っていくような、そういうものとして循環していく、それがサステナブルな状況を作っていくことになるんだけど、その仕組みの中で何を見つけて何をしていくのかっていうのがデザインであって、たまたま仕事になってお金になればそれはそれでいいし、そんなことを最初から想定してないっていうのもいいわけですね。この辺りはですね、負け惜しみですね。じゃあまた。